友達に親切にするのに理由なんていらないでしょ。ラナコレット。いつもラナに助けてもらってばかりで何も返せていなくて、別になんか返してほしいわけじゃないのよ。友達に親切にするのに理由なんていらないでしょ。ラナ、かっこいい。ありがとう。ラナ、助けたい。でもなんと声をかければよいのかわからず、足がすくんだ。そんな苦い経験はありませんか？助けたいけど周りの視線が気になってしまう。偽善者だと思われてもいいじゃないかと葛藤している間に、時間だけが過ぎていく無力感、胸の奥が少し痛みますよね。今日は1、人が即行動できる3つのスイッチ。2、マザー・テレサの言葉から学ぶ成功の5つの秘訣。3、今日から実践できる3ステップをお届けします。1つ目のスイッチは共感です。脳には共感的関与という回路があります。恥ずかしさ、緊張、喜び、恐怖、安心、痛みなどに共鳴すると、わずか 0.2 秒で人事を自分への出来事へと変換します。例えば、好きなチームのゴールの瞬間、自分が決めたみたいに興奮しますよね。これが共感スイッチです。次はオキシトシン。ハグや声かけで分泌され、不安を下げ、仲間を守りたいという衝動を生みます。ペットを撫でると穏やかな気分になるのも同じ仕組みです。そしてヘルパーズハイ。助けた瞬間、腹側線上体がドーパミンを放出。気持ちいい経験として脳に刻まれ、次も行動しやすくなります。小さな親切が癖になるのは、実は脳のご褒美です。共感、安心、快感、この3つのスイッチが揃うと、人は迷わず動けるのです。では、私たちとマザー・テレサの違いは何でしょうか？実は彼女の行動は、目標達成の大きなヒントになります。それでは説明していきます。哲学者のピーター・シンガーは、人が気にかける範囲を関心の輪と呼びました。普通は家族、友達、同じ国の人、世界中の人という順番でだんだん広がっていきます。その通りですよね。家族は気になるけど、会ったこともない人では関心は薄くなります。この距離による減衰を信念で克服していったのがマザー・テレサです。具体的には、全ての人の命は同じように大切という信念で心の距離を克服していきました。そしてここからが目標達成への3つのヒントです。1、一人で背負わず協力の枠組みを作る。2、自分の身近なことから始める。そして行動を積み重ねる。3、思考に注意を払う。1の一人で背負わず協力の枠組みを作る。私はこれができていません。一人で背負い、断られるのが怖く自分でやろうとします。そのせいもあって広く浅くいろいろなことができるようになっている気がしますが。2、自分の身近なことから始める。マザー・テレサは私たち一人一人が自分の玄関の前を掃除するだけで全世界はきれいになるでしょうと語っています。これはまず自分にできる身近なこと、例えば周りの人に優しくする、ゴミを拾う、約束を守る、その積み重ねが社会全体の良い変化につながるという教えです。小さなことからコツコツというのはやはり大切なようです。3、思考に注意を払う。言葉に気をつけなさい。それはいつか行動になるからという有名な言葉のように、自分の心の持ち方や考え方がやがて自分の行動や人生に影響を与えるとマザー・テレサは教えています。日々の意識を大切にすることが自分自身も周囲も変えていくのです。これは自己成就予言と言われ、期待が結果を作るということから来ています。自分はきっとできるという気持ちは態度や言葉遣いに現れ、周囲の反応を引き出し、最終的には期待通りの結果になっていくというものです。ピグマリオン効果、プラセボ効果もこの一種です。3、2つのことを実践してみよう。1つ目はネガティブ思考を書き出し、根拠や別解釈を探して良い一面を見つける方法です。まず、どうしてそう思ったのかを書き出します。次に、
その出来事に関して別の解釈ができないか考えてみます。できるだけ良い側面を探してみましょう。次に、今から取れる小さな行動を書き出します。このように、どうしてそう感じたのかを整理し、小さな行動を積み重ねることで良い循環が生まれ、複利のように大きな力になっていくのです。2つ目は、ポジティブなセルフトークです。私はできる。私は価値がある。と3回以上書いてみましょう。声にも出してみてくださいね。脳は繰り返しを現実と思い込み、行動が変わっていきます。ちなみに、俺はまだ本気を出していないだけという考えは、将来失敗した時に、頑張らなかったせいだと自分以外に責任を転嫁できるよう、あらかじめ保険をかける心の仕組みです。本気を出せばできるからは、そのように思い込むのではなく、実際に本気を出して行動するということが大切です。私しみるや流にまとめると、朝起きたら目標を確認し、歯を磨くときに鏡の前で、俺すげえと言い、不安は書き出し、対策を考え、俺すげえと思う。実際に1ミリでも行動したら、また、俺すげえと思う。そして目標をこまめに確認することによって、目標への関心が高まり、目標達成へどんどん近づいていくということです。最後にラナの言葉をもう一度。友達に親切にするのに理由なんていらないでしょ。そして、かっこいいと思われるように行動しましょう。私は、かっこ悪いこともいっぱいしますが、俺ってかっこいいなと思えることをしたら、今までのマイナスはすべて帳消しだと考えるようにしています。あなたも、かっこいいことしてみませんか？ご視聴いただきありがとうございます。この動画が少しでも良かったと感じたら、応援の証としていいねをお願いします。そして、あなたの好きな言葉を教えてもらえませんか？それではまた会いましょう。